あなたの人生にはあれさえなければと感じる出来事はありますか？遡ること14年前の2008年、舞台はマケドニア西部の都市キチェボ。この町に住民の注目を集める一人の記者がいました。記者の名はブラド・タネスキ。その道20年を誇り、質の高い報道から賞を受けるなど、界隈では信頼されているジャーナリストだったタネスキ。当時タネスキが追っていたのはキチェボの住民を狙った連続殺人事件。警察への積極的な協力で彼は事件を解決に導こうと奔走していたんです。そして同年6月、入念な捜査の甲斐もあり、連続殺人の犯人が捕まることになるんです。犯人の正体は記者ブラド・タネスキ。自分が起こした連続殺人を自分で報道するブラド・タネスキ。彼はなぜ犯行に及びそれを報道したのか。そこには彼の人生の障害となったある人物との確執があったんです。スデウニャチンケツオスオ何でしょうか。自己紹介させなさいよ、あんたその前に。反対から読んだんでしょ、どうせ。スオスオって言ってる時点で。素で嘘。素で嘘。そうです。そうです。おそうすけんちゃんです。逆から読んだんで、一文字一文字噛み締めてくださいいよ、私の自己紹介だけはね。い。けんこです。最近私の真似するわよ。真似してないよ。バカにしちゃう。すぐバカにするのに持ってくのをバカにしてるの。すぐにそうやってバカにしてるって持ってくってキャラでバカにしてるわよね。すぐにバカにしてるって持ってくキャラでバカにしているよねっていうのでバカに。本日ご紹介するのは自分が起こした連続殺人事件をなんと自分で報道するというイカれた男ブラド・タネスキについて。意図がわかんないんだけど何ですよ。カモフラージュしようとしたってこと？なんか嘘の情報とか流して。いや、それがね、実はそうじゃないんですよ。なんとですね、事件のね、事実詳細なものを含めてちゃんと報道してるんです。タネスキはですね、自身のね、ある欲求を満たすために行ったんですけど、まあね、家庭環境とかね、いろんな要素があると人はこんなに歪んでしまうなんてね、もう驚きの事件ですよね、これ。本当に。というわけでね、早速タネスキが起こした事件の全貌を見ていきたいと思います。そこにはですね、タネスキの記者としてのこだわりの演出がいくつも隠されていたんです。やかましいわ。キチェボモンスター。2008年5月18日、マケドニアにある大手新聞社に一本の電話が入りました。電話の相手は記者のブラド・タネスキ。その道20年を誇り、質の高い報道から賞を受けるなど、界隈では信頼されているジャーナリストだったんです。タネスキが切り出した話は、キチェボの街で数年おきに起こっていた殺人事件について、2005年、2007年、そして2008年5月と、キチェボでは計3人の女性が殺害されていました。3人の女性は監禁・強姦の末に絞殺され、いずれも全身をビニール袋に包まれた状態で発見されたというんです。怖えな。タネスキは犯行の手口があまりにも似すぎていることを挙げ、同一犯の可能性が高いと新聞社に情報提供したんです。このことは新聞記事に取り上げられ、キチェボの住民の間で瞬く間に話題となったんです。キチェボの街は今、恐怖とパニックに包まれています。今月、遺体で発見されたジバナ・テメルコスカさんと、過去数年で殺害された2名の女性の遺体の状況が驚くほど酷似しているからです。彼女らはいずれも不可解な失踪の末、同じ手口で殺されているんです。この街には連続殺人犯が潜んでいる可能性が高く、警察は今複数の容疑者の取り調べを進めている模様です。このほかタネスキの記事には3人の女性がそれぞれどのような状態で発見されたのかが事細かに記されていたんです。詳細に行き届いたその内容に住民たちは強い関心を惹かれることになります。そりゃ犯人なんだから、詳細なんて何ぼでも知ってるわよ、この人。何？町の人から詳細かなんか欲しかったわけ？これ。でも完全ね、自作自演。そうよ。さらにタネスキはこの事件に話題性を加えるべく紙面上で犯人にあるニックネームをつけたんです。タネスキが自らに名付けた呼び名。それはキチェボモンスター。このニックネームが付けられたことで犯人の異常性はより強調されることになるんです。そして真実を追い求める記者を演じたタネスキへの称賛もより大きくなっていきます。しかしタネスキの報道は部外者が調べたものとしてはあまりにも詳しすぎるんです。そう、彼をヒーロー扱いする民衆をよそに警察は複数の容疑者リストの中にタネスキをしっかりと加えていたんです。がやったくせに犯人にあだ名とかつけてさ、もうめちゃくちゃ脚本家気取りじゃない？ムカつくわよ、ほんと。脚本家気取りが過ぎた。プラス、自分を有能に見せようとしすぎたんですよ。もう恥ずかしい。恥ずかしいわね。もう僕ら見て、こんな格好して。私この別に普段この格好で街中歩いてるからね。宇宙を歩いてるね。まあ宇宙も歩けるけど、私酸素なくても生きれるからね。エラ呼吸して。そうそう。地中に潜れますから。さらにね、具体的に見てみると、警察が怪しむ決定的瞬間があったんです。不自然なシナリオ。
種付に殺された3人の女性には犯行の手口以外にも共通点があったんです。それはいずれの女性の遺体も人目につきやすい場所で見つかっていること。2005年に殺された女性は新しく作られるスポーツ施設の建設現場、2007年に殺された女性はサービスエリアのゴミ捨て場、そして2008年に殺された女性はキチェボのサッカースタジアム付近にあったゴミ捨て場に遺棄されていたんです。案の定被害者はそれぞれ死後数日から3ヶ月ほどの間に民間人によって発見されているんです。考えてみてください。殺人を犯した人間がそんな誰にでも見つけられるような場所に遺体を放置しておくでしょうか。しかし種付の場合は万一遺体が発見されなければ事件を報道することができません。まるで見つけてくれとでも言うかのような場所に遺棄された3人の遺体。その不自然な共通点がまず警察が種付の自作自演を疑う要素となったんです。そして決定的となったのは種付が新聞で報道した内容。種付は報道の中で犯人が被害者を考察する際に電話のコードが使われていたことを記していたんです。それもどんな形状のコードが使われていたのかまで詳細に。実はこの時殺害に電話のコードが使われたこと自体が警察の機密事項だったんです。つまり種付は外部の記者が知り得るはずもない情報を堂々と紙面上に記していたんです。最終的に警察は DNA 鑑定により被害者女性に付着していた体液が種付のものであることを突き止めます。こうして2008年6月22日種付は逮捕されることになったんです。この時家宅捜索を受けた種付の自宅からは大量のポルノ画像と過去に彼が犯した残虐な事件のメモが多数見つかりました。優秀な記者である彼は持ち前のリサーチ力を駆使し自身を主人公にした劇的な連続殺人事件のシナリオを黙々と描いていたんです。さすがね、名探偵種付じゃないこれ。ろくでもないわよこれ。そうなんです。どなたですか？古畑コナンです。聞かなければよかった聞かなければよかったわな。ともかく種付はね、自分をね有能に見せようとしすぎたあまり墓穴を掘ることになったんです。そういったさ名声欲みたいなのがなんでそこまで殺人をしようと思うまで欲深かったのかしらっていうのがすごい疑問なのよ私。まさにそこなんです。種付は事件を起こす前、ある人物との衝突によってすごい挫折を経験してるんです。その挫折の経験がね種付に大きく影響していたんです。弱者への憎悪。遡ること70年前の1952年、マケドニア・キチェボ。ここで種付は3人兄弟の2番目として生を受けます。種付の父は元軍人で材木工場へ勤めていました。そして母は病院の清掃員でした。実はこの母と種付の仲がうまくいっておらず、種付の幼少時代から2人には確執があったんです。種付の母は学校に通ったことがありませんでした。それゆえ彼女は清掃員以外の仕事に就けなかったんです。種付には自分のようになってほしくない。そんな思いから彼女は種付に対し極めて厳格なしつけを行っていたんです。その後成長し、親元を離れた種付はジャーナリストとなり、21歳で妻のベスナと結婚。2人の子供も生まれ、穏やかな家庭を築いていました。生い立ちとかに問題あったのかなって思ってたけどさ、こうやって母親とも確執解消した感じじゃないこれ。あくまでね一応なんですけどね、この後ね何もなければね良かったんですけどね。離れて暮らしていれば母親との確執も気にならないはずでした。ところが2002年、予期せぬ出来事が種付を襲うんです。それは父の自殺。材木工場で働いていた父親が突如として自らの命を絶ち、主人を失った母は自暴自棄に。ついには薬物に手を出してしまった彼女を種付は何とか立ち直らせようとしたんです。しかしここで種付が再び実家に出入りするようになったことで、母親との関係はさらに泥沼化していくんです。薬物中毒の母とやり取りを繰り返すうち、次第に自身の私生活まで乱れ始めた種付。そのストレスを原因に種付は20年来勤めてきた新聞社と金銭トラブルを起こし、記者をクビになってしまうんです。なんかわからんでもないけど、なんとか記者として名誉挽回しなければ。しかし一度クビになってしまった新聞社に再び認めてもらうことは容易ではないんです。何か大きなスクープを取り上げることができれば、そうだ、自分で殺人事件を起こせばいいんだ。なんでやねん。そこから種付は数年をかけ自ら起こした連続殺人で街のヒーローになり上がろうとするんです。バカもう。そしてこの犯行には名誉挽回だけではなく、母への恨みが込められていました。種付が殺した3人の女性は実は全員母の同僚だったんです。被害者女性3人はいずれも種付の母と同じ学校に通えず、清掃員になるしかなかった経歴を持つ人たち。母さんのせいで俺の人生はめちゃくちゃになってしまった。一人では生きていく力もない弱い母さんのせいで。そう、憎悪を募らせた種付の矛先は母親と同じ境遇を持つ女性に向けられることになったんです。新聞社クビになってやばいってなるのはわかるんだけどさ、殺
死っていうリスクを冒してまで戻ろうとする？イカれすぎてない？ちょっとやばいとしか言いようがないですよね、それ。うんまあおそらくね、自己愛性パーソナリティ障害だったんじゃないかなと思っていて、復帰できなければもう自分を許せなかったんですよね。自己愛性わかんない。というわけで本日のメトラキーワード、自己愛性パーソナリティ障害について。自己愛性パーソナリティ障害とは、他人より優位でありたいという気持ちが極度に強い性格を表します。この状態にある人は、自分の地位が危うくなると他人を貶めてでもその地位を保とうとする特徴があるんです。多くの場合、幼少期に親が干渉しすぎたり、逆に放置しすぎたりといった境遇が原因になるとされています。まあ親からのプレッシャーとか親に認められたいとかって気持ちがね、引き金になっちゃうわけね、これ。まあ分からんでもないですよね。僕も受験とか浪人中とか、親に「浪人って何よ!」みたいな。反対されるのはちょっと苦しいわね、それは。まあ応援してほしいですよね。うん。だからなんかね、アルゴメトリーの人さんでね、お母さんお父さんにいたらね、自分の息子さんがさ、なんか突拍子もないことを言ってる気もするんですけど、まあ僕も別に子供いないから分かんないですけど、子供は子供なりで実は結構考えてたりね、自分が持ってるより大人だったりするわけですよ。僕もめいっ子いいこと遊んでて思うんですよ。あ、意外にめっちゃ大人だなとか、すごい考えてるなとかね。だから一回ちょっとね、やらせてみるみたいなこともね、ありなんじゃないですか。種付は幼少期、母親からかなりの干渉を受けていて、その関係もよくありませんでした。そして新聞社をクビになり、自身の地位が揺らいだ時には、母親の同僚を出しに使う形でその地位へ返り咲こうとしたんです。自分の実力ではなく他者をね、貶めることで自分をこう立てようとするね、この自己愛性パーソナリティ、言いづれんな、自己愛性パーソナリティ障害のね、この特性が出ちゃってんすよ、これ。まあ種付には人から認められないっていうことに対する恐怖感がめちゃくちゃあったのね、これは。そうなんですよね。種付はね、事件を起こす前まではね、実はジャーナリストとしては結構ね、評価が高かったんですよね。そんなね、彼が殺人を犯してでも守りたかったその評価、評判とは一体何だったんでしょうか。理想の父親。親元を離れジャーナリストになった種付の人生はまさしく順風満帆。20年間地元キチェボで記者を務めた彼の評価は相当のものでした。妻ベスナは種付をこのように評価していました。彼なしにキチェボのジャーナリズムはありえない。種付は正しい報道のためなら権力にも屈しない記者だったんです。時には危険すら顧みない報道で家族に危害を加えてやると脅されるようなこともあったんです。いや、めっちゃ暇じゃん、そう脅すやつ。そんな種付を支える妻ベスナはキチェボ始まって以来の女性弁護士。このほか2人の息子はそれぞれ言語学者と医者の道を進み、一家には何の憂いもないように見えていました。ではなぜ家族は種付が犯罪を犯すようになってからその異変に気づかなかったのか。実はこれにも理由があるんです。2004年のこと、妻ベスナの昇進が決まり、彼女は単身赴任をすることに。2人の息子たちはすでに実家を出ているため、この頃から種付は一人暮らしになったんです。そして一人暮らしを始めてからも妻とは週末を共に過ごす仲が続いていました。めちゃくちゃいいおしどり夫婦じゃないのよ、これ。もうこんなことならさ、お母様となんか会った時もなんか奥さんが助けてくれそうなもんだけどね。まあ、種付はね、奥さんにもその自分の弱い一面とか見せれないぐらいプライドが高かったんですよ。抜け出して自分をさらけ出さないと苦しいばっかりよ。種付の犯行が発覚した際も同僚からは口々に信じられないという言葉が発せられたというんです。彼は日頃の振る舞いにおいてあくまで理想的な記者、そして理想の父親であり続けようとしていたんです。そして種付自身逮捕された後も容疑を否認しているんです。ただ数々の証拠から犯行は疑いようもなく、警察は裁判の準備を進めていました。ところが種付は逮捕の翌日、留置所で自殺。独房のバスルームでバケツに水をため窒息死しているところを警備員に発見されるんです。こうして種付はせめてもの名誉を保とうとするかのごとく殺人での起訴を免れたんです。彼が残した遺書にはこう記されていました。私は家族を誇りに思い愛している。殺人など断じて犯していない。もはや言い逃れできないそんな状況に瀕しても種付はなお理想の父親であり続けようとしたんです。必要なまでに偽りの姿を演じ続けた種付。彼がもう少し周囲に弱音をさらけ出せる人間であれば過ちは起きなかったのかもしれません。追い詰められた時に自分の力でその壁を乗り越えることも確かに大事です。ただそれと同じぐらい一人で抱え込みすぎないことも本当に大事なんです。一つ嘘をつき始めると見栄を張るために嘘をつき続けることになる。今回の事件はその虚栄心が行き過ぎてしまった悲劇の例だったのかもしれません。